はい、どうもゆうです。今回はですね、15万以下おすすめ選手紹介していきたいなと思います。市場暴落がやっぱしてですね、再排出等もあって、この選手がこの値段みたいな選手が結構いるんで、その辺も含めて紹介していけたらなと思います。では早速見ていきます。まずですね、ゼロベルトです。ちょっと16万とはなってるんですけど、一時的に15万落ちたりとかしてます。SBC 来た関係もあって、今15万ぐらいを、言ってます。もともと40万選手ですね。もう SBC 来て大暴落しております。3日間とか、1週間ぐらいで見たら60万ぐらいしてたのかな、もともと。80万から一気にですね。1週間、10日間で15万まで落ちましたと。はい。ハーフウィンガー持ってて、ウィンガーと、ボックスとボックスを持ってて、容赦なしファーストタッチテクニカルということで、15万でこのレベル使えるんだったら十分強い選手だなと思います。おすすめ選手かなと思いますね。はい。でですね、次です。オリーセになります。もうこれも15万以下なのが不思議なぐらい、安いなと思います。高性能プラ持ってて鋭いパス、トリッカー、テクニカル迅速あってですね、能力も十分、ペース89、シュート86のパス89、ドリブル89と、で、インサイドフォワードのウィンガーで、キャモのプレイメーカーの、シャドウストライカーという風になっております。インサイドフォワードを持っております。で、15万以下ですね。こちらも相手にいて結構ドリブル嫌な選手でしたし、あと、まだ、プレイスタイル、これもうついてると思うので、これはもう達成してるかな。なのでもうこれ以上アップグレードはないと思うんですけど、キャムもできて、なおかつ、右ウィング、右サイドハーフもできるという風になっております。シャドウストライカー、プレイメーカー持ってるのもでかいですね。個人的には4231と、4213が今結構フォーメーション的にハマってるので、この2つを選択できる、択ができる、選べる選手になるんで、すごいおすすめ選手になるかなと思います。15万以下とは思えないような強さなんで、再排出影響かなと思います。超おすすめです。はい。次ですね。こちらになります。これも破格ですね。もう意味がわかりません。はい。3万。しかも今回ロブタツと容赦なしついて、文句ないぐらいの強さになったんですよね。的確鋭いパスあって、構成、強シュートあって、敵高プラ。で、プレイメーカープラのホールディングもあって、ボックスボックス、ハーフウィンガー、プレイメーカーということで、何を文句ない強さになります。で、ペースも86、パス87、ドリブルも89ということで、もともと30万選手でした。自分も30万の時買ってます。はい。大会前で30万で買いました。で、ここからの暴落で3万となってます。再排出で。もう再排出恐ろしすぎます。マジで3万と思えない強さなんで、ぜひ使ってほしいです。FCS でも使いました。超おすすめです。はい。でですね、次になります。ダロト。これも意味がわかりませんね。もう今2万になったんですけど、昨日前3万ぐらいで、それでも安かったんですけど、これも、正直20万ぐらいしてたのが、10日前までしてたのが今も2万となってます。これも、エボの対象も結構なりやすいですし、まだまだ、十分使える選手かなと思うので、上がり値期待も含めての、エボ含めての、期待値になるんですけど、十分強い選手かなと思います。2万台とは思えない強さなんで、おすすめ選手となります。はい、次ですね、キエザなります。こちらもめちゃくちゃ強いですね。はい。何度か使われましたけど、もともと50万してた選手が今、この14万なんで、インサイドフォワード、あとドリブルがめちゃくちゃ速くてですね、ペースが95あるんで、フィニッシャーであったりとか、マークスマン、他のスナイパー含めて、プレスじゃないですね。ケミストリが結構いろんなタがあるっていうのもおすすめかなと思っております。でですね、これも15万以下ということで、前線としてはめちゃくちゃ優秀選手なんで、ぜひ使ってみてほしいなと思います。はい。次ですね。6万になります。これも10万台入りました。もう一気に落ちましたね、これも。で、シャドウストライカープラの、プレイメーカープラということで、これもドリブルオール99なんですね。レース差も99ありますし、もちろんリアクションも99あると。で、他の数値も全然高いですし、ファーストタッチ、プレスタがちょっと物足りなさあるかもしれないですけど、物理的にがあって、ドリブルの良さがあるかなと思います。こちらもスキルもありますし、めちゃくちゃ強い選手かなと思うんで、ぜひ使ってみてほしいなと思います。はい。次ですね、ファンデフェンになります。これも、
ぱり強いですね。大会見ててもそうですし、やっぱりフィジカル強いディフェンス値もあって、なおかつペースも速いと。しかも今後のエボ期待も含めてですね、予測、過去もありましたけど予測ついたりとか、イヤリアつけれたりとかもするんで、そういった面で言うと本当強い。相手にいてもやっぱ速いんで追いつかれるんですよね。ぶち抜けたと思っても追いつけるし、身長もある程度高い。193センチあってフィジカルも高いんで、そういった面でも強い選手になるなと思います。超おすすめセンターバックになります。はい、次ですね、ビルツになります。こちらもやっぱパスも出せて、なおかつテクニカル、ファーストタッチもあって、めちゃくちゃ十分強いなと思います。こちらの選手もトップ下の違いを出せるような選手なんで、おすすめ選手になるかなと思います。次ですね、レイテンになります。これも本当に強い。FCS とかでね、ベクターさんとかも使ってましたけど、もう本当に強い。コーセルプラあって、しかもキャム、なおかつ、LM があって、で、鋭いパス、大胆、テクニカル、コーセルプラ、俊足クイックもあって、ドリブルが本当細かいんですよね。なおかつ、コーセルプラで狙えるっていうところもすごい優秀選手かなと思います。これも10万以下で使えるってなると本当強いなと思うんで、コスパおすすめ選手に入るかなと思います。世界大会でも結構使われてましたし、本当に強い選手だと思います。はい。次ですね、ペドロになります。ウィングバックプラも持ってて、なおかつ、サイドバックプラも、あと、迅速プラもあってのジョッキー、インターセプト、予測、ブルーザー、容赦なしと、めちゃくちゃ優秀ですね。フィジカルも80ちゃんとありますし、スタミナも95あって、容赦なしもあって、ディフェンスも85、ペースも90の、パスもドリブルも十分あるという風になっております。これも超おすすめ選手になります。サイドバックの、出てきた超おすすめサイドバック、右サイドバック自体がね、やっぱり少なかった卓の中で、この能力値は十分優秀かなと思うんで、ぜひ使ってみてほしいなと思います。組み合わせもトッテナムとかスペインなんで合わせやすいかなと思います。はい、次ですね。やっぱサバニエは入ってくるかなと思います。こういうとブルーの入ってきますね。あとエボでちょっと強くできたりしますし、ペーストシュート、今回来てるハンターとかでも強くできますので、あとの2つ、鋭いパス、高精度、セッター、ファーストタッチとかも含めて、ドリブルもやっぱ細かいんですよね。やっぱあとパス系がうまいということも含めてめちゃくちゃ優秀なんで、ぜひ使ってみてほしいなと思います。トップ下方面であれば、無限環境めちゃくちゃ、S 級に強い選手だと思うんで、ぜひ使ってみてほしいなと思います。あとですね、やっぱアーノルドは今でも入ってくるからちょっとペースがきつくなったかなと思いますけど、CDM とも使えますし、あとは予測持っててロブタツ鋭いパス、大胆パスの容赦なしもあるんで、非常に優秀選手かなと思います。ぜひ使ってみてほしいなと思います。はい。ですね、デンベレとかも今も7万台に入ってますし、あとこれ最後かな。はい。ドグラス・ルイスですね、6万になります。この世界大会ではめちゃくちゃ使われてますけど、やっぱり、強いですね。ドリブルも細かいですし、テクニカル軽読みのこなしシールド持ってて、予測、インターセプトもあって鋭いパス。あとは的確持ってると。あと CM でボックスプラプラのホールディングプラ、CM の情報を持ってて、あとはスタミナも88で、容赦なしだけあれば本当にもう完璧だなと思います。パスもできて、ドリブルもできて、ペースもある程度あると。超おすすめ。6万で、しかもケミもね、これの、今回のイベント自体がすごいケミスクになってるんで、そういった面で言っても超おすすめ選手になるかなと思います。10万、15万以下になると本当にこんだけ、いい選手いっぱいいるんで、クルトワとかもそうですし、デリフトもそうですね。デリフトとかもめちゃくちゃ優秀です。センターバックで、ディフェンダープラだけはちょっと気になるぐらいで予測プラ持ってますし、インターセプト、イヤリアということで、ペースも80の、89、フィジカル88で、超おすすめなんで、ぜひ使ってみてほしいなと思うんですけど、15万になると本当に今、めちゃくちゃ優秀選手多いんで、ぜひ使ってみてほしいなと思います。ということで、以上になります。よければですね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、また紹介最後にしたいと思います。FC25 の転売情報になります。こんな感じでですね、情報を出しております。今一応自分としてはサーバーを3つ持ってまして、いろいろあって3つになったんですけど、転売情報をメインにしている自分だけがほぼ投稿できる
サーバーと、もう一つは、相談ですね。質問であったりとか、転売情報に対しての、質問系であったりとか、あと SBC アンケート、リーク情報であったりとか、こうやって YouTube の、自分の YouTube を載せてたりとか、あと雑談ですね。皆さんが、こんなこと困ってるとか、コントローラー設定であったりとか含めて、バグとかも含めてですね、情報したりとか、例えば X とかでいい情報であったりとか、プレイ面含めて、その辺の情報共有した方がいいなっていう部分があったら、ここに上げてるという感じになります。あとはですね、SBC アンケートとか質問も入れて、これ作るべきじゃないかっていう部分も、この辺で見たりとかもできるっていう風になっております。市場とかもそうですね、質問、皆さんから自分が上げた投稿に対してあったりとか、これいつ売りましょうとかいうのも含めて、この辺で相談できるようにしてるっていう感じになります。で、こういった感じでですね、サーバー、エボリューションおすすめであったりとか、これはもう490を特典にしてるやつなんですけど、スカット相談であったりとか、ゴール集解説おすすめ選手、あとコーチング動画に対しての、あれですね、ご希望であったりとか、あとはプレイ相談。で、ここにプレイ動画っていうことで、例えばこのシーン、どうやったら守ったらよかったですかとか、どうやって決めたらよかったですかとかいうのを相談できるような部分も作ってますので、こういった部分もできたりとか、あとはカスタムとかコード共有ですね。あとはフレマっていうのは、定期的にフレマ会やったりとかですね、そういうのもやったりもしてるっていう感じになっております。はい。メインはやはりこの転売情報のここの部分になると思うんで、金であったら特殊シルバーアイテムとかですね。あとは過去情報とかも、こういう感じでブラックフライデーであったりとか、各作 TOTY の値段変動であったりとか、アップグレード系ですね。とかはもうここで全部履歴を残していくような形にしてて、FIFA22 からこのような形で情報を取っていってますので、ここに加工作を含めて情報が見れるっていう風になっております。あとは便利機能フットビンとか、フット GG とか含め、その辺のこの機能を使った方がいいよっていう部分であったりとか、成功案件とかですね。こことかはもう正直誰でも入っていただいて、ここを見るようにするのは一つありなんかなと思うんですけど、結構海外の方とかはこれをやってたりはするんですけど、はい。ここは有料会員の方にして、他に関しては全然無料でもいいのかなっていうのは正直思ったりはしている部分ではあるかなと思っております。はい。で、そうですね。メインがここになるので、もし興味ある方とかはですね、ぜひ入っていただいて、Twitch のTwitch であれば Amazon プライム入っている方は無料ですし、それ以外に関しては、Twitch の有料会員もしくは、YouTube のメンバーシップの有料会員入っていただければ、こちらの方 Discord 招待しますので、よければ入っていただけたらと思います。Discord の方でも、サブスクを作ることができるみたいなことも、聞いてますので、その辺もちょっと今後、取り入れていきながらですね、やっていきたいなとも思っているので、はい。そういった部分も含めてですね、ご質問とあれば、自分の X も含めて DM いただければと思いますので、ぜひお気軽にご連絡いただけたらと思います。で、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。